もし愛する人があなたに殺人を依頼してきたら、2017年11月12日、オーストラリアクイーンズランド州夜7時40分頃、ブリスベンから車で2時間の場所にある雑木林に何か大きなものを引きずるような音が響いていました。さっさと終わらせるぞ。睨みを利かせてそう話す男はグレゴリー・ローザ。一緒にいた男ピーター・ケーニッヒは怯えた様子でうなずきます。気を失った男性を抱え雑木林の中を引きずっていく2人。たどり着いた先には木材を粉砕するためのウッドチッパーという機械が。グレゴリーがスイッチを押すと機械は音を立てて動き始めました。そして次の瞬間、彼らは気を失った男性をその機械に頭から押し込んだのです。木材を粉砕する機械に男性を押し込み細切れにした男たち。なぜ彼らはそれほど凄惨な犯行に及んだのか。3人の男は同じ女性を愛し、誰もが操られていたんです。おさつけんちゃんです。いや、みやみこんです。いや、あなたはね、ちょっと旅行行っててあんま見れてないかもしれないけど、世間ではね、冬季オリンピックが話題なわけよ。冬季オリンピックね。そう、ミラノコルティナオリンピック開催されて知ってたんだ。平野歩夢が歩夢君3位か4位ぐらいで、1位がまた別の人になったり。7位ね。あ、7位か。失礼全然見てないじゃない。まあいいんだけど、私がね、今回言いたいのは、堀島行真選手って知らない？わかんない。わかんない。スキーのモーグルの選手なんだけど、もうその堀島選手が結果的にね、銅メダルと銀メダルを種目で取ったんだけど、入れ込み方がやばくって、ミラノで開催される2年前から同じ経度だから同じ時刻で動いてるノルウェーに引っ越して、その今日構えて、練習施設を整えてミラノに臨んでるっていう入れ込み方の方だったの。なるほどね。すごいじゃない？体調とかが移動で影響出ないよね。そう。なんかそういう風にもうオリンピックにかける思いすごくって、思い返せば私もなんか5、6年前にちょっと YouTube にかける思いがすごすぎて押し入れ住んでたなってことを思い出したわね。今手抜いてんの？いや、手を抜いてない。本気でやりなさい。今回はオーストラリアで起こった残虐極まりない殺人事件をご紹介します。被害者の男性は木をね、粉々に砕くウッドチッパーという機械で、まるでね、もうミンチ肉のようにされてしまったんです。なんでそんなグロい殺し方するわけない？犯人はサイコパスなの？まさにその通りで、犯行の首謀者はサイコパス以外の何者でもないんです。事件は当初ね、事故のように見せかけられていたんですが、現場にいた男たちの振る舞いっていうのがどこかおかしかったんです。細切れになった男。2017年11月12日、オーストラリアクイーンズランド州グーンブーリアン、ブリスベンから車で2時間の場所にある雑木林で3人の男性が木の伐採作業に勤しんでいました。よし、どんどん運んできてくれ。額に汗を浮かべながら声を上げるその男性はブルース・ジェームズ・サンダース。恋人のシャロン・グラハムから友達の土地を整地してほしいと頼まれたブルースは2人の男性を伴ってこの場所へ赴いていました。作業は3週連続で週末に行われ、この日は最終日。恋人のシャロンにいいところを見せたいブルースは一層張り切っていたのです。彼のすぐそばには木材を粉砕するための工業用ウッドチッパーが次々と木を巻き込んでは潰していく。その機械が自身に牙を剥くなどと、この時ブルースは想像もしていませんでした。夜7時50分頃、土地の所有者であるベイトン夫人のもとへ作業をしていた2人の男が駆け込んだ。大変だ、ブルースが機械に巻き込まれた。どういうこと？息を切らしながら状況を説明する男。グレゴリーの言葉に理解が追いつかずにいるベイトン夫人。ブルースがウッドチッパーの中に転んで入っちまったんだ。機械の隣でふざけてたら。グレゴリーは話の途中で吐き気を覚え、急いでトイレへ向かった。もう一人の男ピーターもどうしていいのか分からず青ざめた顔でうろたえている。とにかく救急車を呼ばないと。ベイトン夫人はそう言うとスマホを耳に当てながら3人が作業していたその場所へ向かった。するとそこにあったウッドチッパーのそばには15メートルにわたって肉片と血が散乱していた。警察が到着すると、被害者のブルースと一緒に作業していたグレゴリー・ローザーとピーター・ケーニッヒは次のように事情を話しました。完全にブルースの不注意です。あいつ機械の隣でふざけてたから。もしかしたら機械の中にスマホを落として拾おうとしたのかもしれません。こう聞くとあたかも事故のように思えますが、警察は下せずに言いました。それは機械の噴出口がある後方だけでなく、投入口の手前にも血だまりがあったから、事故で巻き込まれたなら血液は機械の後方にだけ噴き出すはず。
投入口の手前の血だまりはブルースが機械に巻き込まれる前からすでに負傷していたことを意味していると思えたのです。また誤って転倒したのであればブルースは機械に巻き込まれないようもがいていたはずですが、そうした抵抗の痕跡もありません。極めつけに現場の地面には人の体を引きずったような跡が。これらの状況から警察はブルースの死が殺人によるものだと直感するのです。この後葬儀が行われるとブルースの恋人シャロンは最前列に座り大声で泣き崩れました。木の伐採なんてお願いしなければこんなことにならなかったのよ。そう嘆きつつシャロンはその夜も亡くなったブルースのベッドで別の男と体を重ねていました。首謀者がサイコパスだって最初言ってたけどさ、絶対あの女じゃない。いやそうなんですよ。実はね、シャロンっていうのは絶対に付き合ってはいけない女だったのです。偽りの愛。後に被害者となるブルースはクイーンズランド州の田舎で生まれ育った男性。サンシャインコーストの精肉店に勤務していた彼は誰よりも早く出勤し、夜も一番最後まで残っているような働き者でした。周囲が手伝ってほしいと思っていることを頼まれる前に自分からやる気配りができるブルースは他の従業員から厚い信頼を得ていました。そんな彼のこと、友人にも恵まれていたのですが、一つだけ大きな悩みが。ブルースは若くして最初の妻と結婚し2人の息子を設けましたが、妻は乳がんで早くに亡くなってしまいました。その後再婚するも2人目の妻とはうまくいかずすぐに離婚。息子たちも実家を出たしずっと一人ってのもな。そうやって孤独を感じていたブルースはマッチングアプリを始め、2015年にシャロンと出会うのです。シャロンとブルースは知り合って間もなく交際を開始。そしてブルースはシャロンに夢中になりました。シャロンは交際中2度別の町へ引っ越しているのですが、ブルースはその度に彼女を追いかけ自身も転居。サンシャインコースト内陸部に位置するナンボーという町に引っ越した際にはシャロンと同居したいがために家まで購入しました。ブルースはいつでもシャロンにとって一番の存在でいたいと考え、彼女に金銭的な援助をし続けたのです。そして皆さんももうお気づきのように、この時点でブルースはシャロンの罠にはまってしまっていました。そう、シャロンがブルースと交際しているのは完全にお金が目的。周囲の友人は彼女のことをヒッピーみたい、自由人などと話しますが、それは単にずっと無職で男性のお金に依存する生活をしているためでした。そして何よりシャロンにはこの時ブルース以外にも2人の恋人がいました。その2人こそが後に彼女の共犯者となるグレゴリーとピーター。彼らはシャロンに自分以外にも恋人がいると薄々気づきながら、3人が3人とも本命は自分だと思っていたのです。そしてブルースとの関係が続くにつれ、シャロンは彼に対してみるみる横柄になっていきました。肉体関係を持つことを嫌がり、次第に彼とは別々の部屋で寝るように。それでもブルースの援助を目当てに同居だけ続けている状態。もはや別れているも同然の冷め切った仲でしたが、シャロンに婚約指輪まで渡していたブルースは彼女を諦められずにいたのです。また長年誠実に働いてきたブルースには確かに資産がありましたが、シャロンの浪費によってそれも底を突きかけていました。いつしかブルースは勤務先の精肉店から肉を盗んで帰らねば食いつなげないほどに困窮。涙ながらに友人にこう明かすこともありました。彼女といるのが辛い。一方のシャロンは生活費を全てブルースのお金に頼りながら、友人の前では彼のことをバカにしていたのです。いやいやいや、こんなのお金むしり取られてるだけじゃないのよ。なんでブルースは気づかないの？気づいたとしても離れられないんです。シャロンは心理学上で間欠的強化と言われる手法を使っていたとされてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、間欠的強化について。間欠的強化とは、愛情や優しさなどの報酬が常にではなく予測不能なタイミングで与えられることで、その報酬に強く執着してしまう現象。1950年代、アメリカの心理学者バラス・スキナーはラットを用いてこの間欠的強化の実験をしました。実験内容は、片方のラットにはレバーを押せば必ず餌が出る装置、もう片方のラットにはレバーを押してもランダムにしか餌が出ない装置を与えるもの。結果、ランダムにしか餌が出ない装置を与えたラットの方が装置に対する依存度が高くなったのです。つまり報酬がいつもらえるかわからない方が次こそはという期待が高まるということ。シャロンから横暴な扱いを受けながらも彼女から離れられずにいたブルース。それはシャロンがブルースを邪険に扱いつつ唯一無二のパートナーという偽りの承認を稀に与えていたため、ブルースにとって予測不能
能なその報酬が彼を依存させていたのです。たまに優しくされてね、飴とムチで。だから優しいっていう期待から逃れられなくて、ずっと離れられないみたいな。まるでなんか DV の被害者と同じような構図よね。これ自分の意思で抜け出すのは難しいんでね、周りが気づいてあげられればよかったんです。この後シャロンはブルース殺害を企てるんですが、なぜいきなりね、金づるだった彼を殺そうと思い立ったのか。寄生虫。ブルースが必死になって貢いでいたのも虚しく、シャロンの本命は彼とは別の男性でした。その男性とはトラック運転手のグレゴリー。今回の事件のきっかけはこのグレゴリーにありました。誠実なブルースとは真逆で、グレゴリーは短気で喧嘩っ早く柄の悪い男。トレーラーハウスで暮らしている彼は経済的に不安定でした。シャロンは彼と一緒になりたいと考えていましたが、同時にこうも思っていたのです。グレゴリーは貧乏だし、今までみたいに贅沢できないじゃない。そこでシャロンはブルースの保険金殺人を画策するのです。ブルースと交際し始めて2年後の2017年7月、シャロンは彼にこう切り出しました。万が一あなたが事故か何かで亡くなったらと思うと私不安なの。そう言ってブルースの生命保険の受取人を自分に変更させ、万が一に備えて相続人にシャロンを名指しした遺言書も用意させました。傍から見ればおかしいと分かりますが、シャロンのご機嫌取りに必死なブルースはそれが愛の証明だと信じていたのです。ブルースにかけられている生命保険は75万ドル、日本円換算で7500万円相当。退職年金を合わせれば彼の死によって1億円以上がシャロンの懐に入る計算でした。そして実はシャロンが保険金殺人に及ぼうとしたのはこれが初めてではありません。彼女は以前、現在の恋人グレゴリーの元雇用主にあたるバリー・コリンズという男性と交際していました。彼に対してもブルースと同じように、あなたに事故が起きたら不安、遺言書を作るべきと持ちかけ、遺産や生命保険の受取人になっていたといいます。さらにこの時はバリーのトラックの配線を細工し、意図的に事故を起こそうとした疑惑があるとも。またシャロンは自身の娘との会話で自慢げにこう語っていたといいます。過去に付き合った7人の男が私を遺産の受取人にしてるわ。ちょっと怖すぎるわよ。もう人間を人間として見てないじゃな。だからこそね、正真正銘のサイコパスって言われてるんです。この後彼女は恋人のグレゴリーを使ってブルースの殺害計画を企てるんです。邪悪の化身。ブルースに生命保険の受取人を変更させて以来、シャロンは事件までに3度彼の殺害を試みました。1度目はブルースが眠っている深夜の時間帯に恋人のグレゴリーが自宅に侵入して射殺するというもの。犯行はシャロンが1週間の旅行に行っている間に計画されており、アリバイ工作にも抜かりはありませんでした。しかし深夜に住宅街で銃声など聞こえれば確実に通報されてしまうため、2人はこの計画を断念。2度目はブルースの職場の駐車場で射殺する計画を立てますが、これも人通りが多すぎるという理由で中止します。そして3度目はあろうことか、元恋人のバリー・コリンズにボートで沖へ連れ出して殺害してほしいと頼みますが、当然のごとく断られました。計画がことごとく失敗する中、シャロンは苛立ちを募らせます。いつになったら殺せるのよ。やらないならもうあんたとは別れるわ。そう言ってグレゴリーを厳しく責め立てたのも、彼が自分に夢中であることを逆手に取った作戦だったのでしょう。そして迎えた2017年11月、ついに運命の時が訪れます。シャロンの友人であるベイトン夫人が自身が所有する土地を整地したいと彼女に求めてきたのです。ベイトン夫人が所有するのはグーンブーリアンという田舎の広大な森林地帯。人気のないその場所はブルースを事故に見せかけて殺害する絶好のロケーションに思えたのです。2017年11月12日の夜7時40分頃、グーンブーリアンの雑木林では作業を終えた3人の男が依頼主のベイトン夫人の家へ向け帰路についていた。先頭を行くのは最年長のピーター。彼もまたシャロンの恋人の一人で、彼女に気に入られようと伐採作業に参加していた。そしてその後ろにはブルース、グレゴリーがそれぞれ続いていたのだが、唐突に響いた鈍い金属音。先頭のピーターが振り返ると、そこではブルースが頭から血を流しその場に倒れ込んでいた。すぐそばには鉄パイプを手にしたグレゴリーが。おい、何やってんだ。動揺するピーターを意にも介さず、グレゴリーは倒れたブルースの頭めがけ、何度となくその鉄パイプを振り下ろす。ブルースが動かなくなると彼は言った。こいつみたいになりたくなきゃお前も手伝え。ピーターは気弱で、シャロンにもいつも下僕のように扱われていた男。こわもてのグレゴリーに脅されれば黙って従うほかなかった。
2人はそれぞれブルースの上半身と足を持ち雑木林の中を引きずっていく。たどり着いた先にあったのは木材を粉砕するためのウッドチッパー。彼らはブルースを持ち上げると、その機械の中へ頭から押し込んだ。グレゴリーとピーターはウッドチッパーがブルースの腰まで巻き込んだ段階で機械を止めました。そうやって足だけをわざと機械から突き出させ、あたかもブルースが自分で転倒して巻き込まれたかのように偽装したのです。しかし最初に説明したように、機械に入る前にブルースが出血していた痕跡があること、地面に人の体を引きずった跡があることなどから警察は彼らを疑います。さらにグレゴリーとピーターは警察や救急へ通報するよりも先に恋人のシャロンに報告の電話をしており、この点も不審でした。また事件翌日にはシャロンが娘にブルースの遺言書を見せ、早々に遺産の話をし始めたとも。このように被害者の周辺人物に不審な振る舞いが多数見られたため、警察はシャロンの自宅や車に隠しカメラと盗聴器を設置。数ヶ月の監視を経て、共犯の3人が話を合わせろ、盗聴されてるかもしれない、3人だけの秘密などと会話している様子が記録されたのです。こうして事件から約半年後の2018年5月29日、シャロン、グレゴリー、ピーターの3人が殺人容疑で逮捕されることに。3人は揃って事故だったと主張。そこから諸々の証拠が提示されても、シャロンだけは観念せず、男たちが勝手にやったと言い続けたのです。汚れ仕事は全部男にやらせてさ、結局自分が一番大事なんじゃないのよ。恋人3人もいたって言うけど、本気で愛せてる男なんて一人もいなかったんじゃないの。シャロンはね、男性を操って散々贅沢な暮らしをしていたんですが、恋人をね、お金でしか見られないっていうのはね、やっぱ虚しいですよね。事件から5年後の2022年、共犯のうちの一人ピーターが検察との司法取引に応じ、自身の罪を告白。実行犯のグレゴリーや首謀者のシャロンについても詳細を明かすことに同意しました。彼は検察への協力を評価され、執行猶予付きの判決に。世間からは刑が軽すぎるという声も上がりましたが、実際のところピーターの証言なしでは主犯のシャロンを有罪にすることは難しかったといいます。同年、実行犯のグレゴリーは最低20年仮釈放なしの終身刑を言い渡されました。そして首謀者のシャロンは2023年10月に終身刑の判決に。彼女は将来的に仮釈放の申請をできる権利を得られるものの、申請が通る可能性は限りなく低く、これは仮釈放なしの判決に近いとされています。判決を受け、被害者ブルースの息子ブレイクは涙を流しこう語りました。父は私に残された唯一の家族でした。本当に優しくて、誰にでも手を差し伸べる人だった。あんな女のために命を奪われるなんて信じられません。なぜブルースのように誰からも慕われていた善人がシャロンのような非道な女性に夢中になってしまったのか。ごく稀に優しくされるからこそ、いつご褒美がもらえるかわからない期待感からのめり込んでしまう。動画をご覧の皆さんも知らず知らずに完結的強化の沼にはまってしまうことがあるかもしれません。あなたは大事にしてくれない相手との関係を断ち切れなかった経験がありますか？泥沼にはまってしまった時、私たちはどのように正気を取り戻せばいいのでしょうか？